日本三大桜とは、福島県の三春滝桜、岐阜県の根尾谷薄墨桜、山梨県の神代桜と呼ばれる単体の名木を指しますが、その他に日本三大桜の名所と呼ばれる場所があります。青森県の弘前公園、奈良県の吉野山、そして長野県伊那市の高遠城址公園です。春を迎え周辺をピンクに染める高遠の小彼岸桜は天下第一の桜とも称されています。少しだけ高遠城の歴史を見てみましょう。戦国時代の天文記、高遠城は甲斐の武田信玄の支配下にありました。北は諏訪、西は木曽と交通の要所でもあり、南は三河と遠江に進出するための拠点としても重要視されていました。しかし1582年、甲斐武田氏一族を攻め滅ぼしに3万とも5万とも言われる織田軍が攻め入ります。甲州征伐です。城主を務めていた武田信玄の五男仁科盛信は3000の兵で徹底抗戦の構えを見せましたが、多勢に無勢、城は陥落し、盛信も自陣したと伝えられています。この高遠城の戦いの舞台となったことでも有名です。その後、江戸時代を経て明治時代に入ると、廃藩置県で高遠城は取り壊され、ひとたびこの場所は荒れ地と化します。藩の象徴でもあった高遠城が解体され、その跡地の状況に胸を痛めた旧藩士たちも多かったことでしょう。荒れたままになっていた高遠城址を何とかしようと、ついに旧藩士たちが立ち上がります。かつての高遠藩の馬場は、馬の姿が桜の花に埋もれるほど見事でした。明治8年頃、その桜を城址に移植したのが高遠城址公園の桜の始まりです。藩士たちが熱い思いで桜を植えた明治から約150年が経過しました。高遠の小彼岸桜はその後も人々によって保護、育成、継承され、明治、大正、昭和、平成、そして令和となった現在も見事な花を咲かせています。
園内には約1500本もの高遠小彼岸桜があり、ソメイヨシノよりも少し小ぶりで赤みのある花を咲かせます。高遠小彼岸桜一種類のみでこれほどの樹林を形成しているところは他にないため、高遠の小彼岸桜樹林として昭和35年に長野県の天然記念物に指定されています。時代に翻弄される中、旧藩士たちがこの光景を夢見て熱い思いで桜を移植してくれたことに感謝しかありません。文明が進む現代でも高木となった桜を移植し根付かせ、そして満開にさせることはとても難度が高いことです。それを約150年前に成功させたとなると、旧藩士たちがどれほどの思いと手間を割いたであろうかは想像に難くありません。高遠城市の桜では桜最盛期の10日間ほど午後6時よりライトアップが行われます。その様子をお伝えする前に周辺の名所を少しご紹介します。稲谷の桜の中で高遠城址公園が最も有名ですが、周辺には桜の名所が数多く存在します。その中から3つほどご紹介します。高遠城址公園から徒歩で20分ほどの場所にある勝間薬師堂のしだれ桜。薬師堂の傍らに咲く樹齢160年を超える古木です。高遠城址公園の桜より1週間ほど遅れて満開を迎えます。映像の状態は五分咲きといったところでしょうか。2つ目は高遠城址公園から車で20分ほどの場所にある稲公園。約300本のソメイヨシノなどが咲きます。市街地の東の段丘上に位置し、 D51 型蒸気機関車が展示され、古くから桜の名所として住民から親しまれています。最後にご紹介するのは、先ほどの稲公園から車で10分ほどの場所にある春日公園。稲市街地を見渡す小高い丘の上にある公園で、小彼岸桜、ソメイヨシノなど約200本の桜が植えられている桜の名所です。
中央、南アルプスを背景に伊那市街を一望できます。今回ご紹介したのはたった3カ所ですが、伊那谷にはまだまだたくさんの名所があります。どの場所も高遠城址公園とともに見事なので、ぜひ足を運んでみてください。古くは戦国時代からの歴史を感じる遺構の数々。それらと桜が織りなす美しい風景には人々の思いが込められていました。今年もまた高遠の桜は仰ぎ見る人々に癒しと安らぎを与えてくれました。最後までご視聴いただきありがとうございました。